教訓1、今日、仕事を早く辞めることはできますか？今日は仕事を早く辞めてもいいですか？どうして早く出発したいのですか？今日の午後、医者の予約があります。緊急ですか？はい、それは私の健康にとって重要です。はい、わかりました。その日の仕事は終わった？はい、すべて完了しました。素晴らしい。それなら早く出発できます。ありがとう、感謝しています。問題ない。自分を大ごとにしなさい。私がします。また明日ね。レッスンにオフィスでプリンターを使用できますか？オフィスでプリンターを使用できますか？何を印刷する必要がありますか？重要な書類があります。緊急ですか？はい、会議に必要です。よし、早速プリンターを使ってください。ありがとう、感謝しています。問題ない。紙がなくなったら忘れずに補充してください。もちろん、必ずそうするよ。よい。何か助けが必要な場合は知らせてください。そうします。もう一度、ありがとどういたしまして。教訓3、おすすめの旅行保険プランを教えてください。おすすめの旅行保険プランを教えてください。もちろん、どのような保証が必要ですか？海外旅行に行く予定で、包括的な保証を受けたいです。どれくらいの期間旅行しますか？ 2週間。さて、XYZ 旅行保険を調べることをお勧めします。海外旅行の包括的なプランを提供しています。彼らは信頼できますか？はい、評判が良く、好評を博しています。彼らの保証範囲には何が含まれていますか？これには、医療費、旅行のキャンセルまたは中断、手荷物の紛失、緊急支援が含まれます。それは素晴らしいですね。どれくらいの費用がかかりますか？対象範囲と目的地によって異なります。オンラインで見積もりができます。よし、調べてみるよ。推薦していただきありがとうございます。どういたしまして。安全で楽しい旅を。ありがと教訓4、たまに自宅で仕事をすることはできますか？う。たまに自宅で仕事をすることはできますか？在宅勤務を希望する理由は何ですか？より快適で生産的だと思います。どのくらいの頻度で在宅勤務を希望しますか？多分週に1、2回。これについてマネージャーと話し合ったことはありますか？まだです。まずあなたの意見を聞きたかったのです。マネージャーと話し合う価値はあると思います。彼らはその考えを受け入れると思いますか？それはあなたの仕事の性質と会社の方針によります。マネージャーと話し合うミーティングを予定しておきます。それは良い計画のように思えます。頑張って。ご意見ありがとうございます。感謝しています。問題ない。どうなるか教えて。そうします。もう一度、ありがとどういたしまして。レッスン後、ペットを飛行機に連れて行くことはできますか？ペットを飛行機に連れて行くことはできますか？航空会社の方針によって異なります。
ペットが許可されているかどうか知っていますか？一部の航空会社はそうしていますが、制限があります。どんな制限があるの？通常、ペットはキャリーケースに入れて、サイズと体重の制限を満たす必要があります。追加料金はありますか？はい、ペットの同伴には通常料金がかかります。ペットを機内に持ち込むことはできますか？ペットのサイズや航空会社の規則によって異なります。ペットが大きすぎて機内に持ち込めない場合はどうなりますか？その場合、貨物室での移動が必要になる場合があります。ペットが貨物室で輸送しても安全ですか？航空会社は安全を確保するために予防策を講じていますが、リスクが伴います。計画を立てる前に航空会社に確認しておきます。それはいい考えだ。必要な情報をすべて集めなさい。ご協力とアドバイスありがとうございます。どういたしまして。他にご不明な点がありましたらお知らせください。そうします。もう一度、ありがと問題ない。レッスン6、オフィスを出るときに電気を消してもいいですか？オフィスを出るときに電気を消してもいいですか？他に働いている人はいますか？いいえ、みんな去りました。それなら明かりを消しても大丈夫です。すべての照明を消すべきか、それとも私たちの地域だけを消すべきか。私たちの地域だけで十分です。使用すべき特定のスイッチはありますか？出口近くのメインスイッチでうまくいくはずです。廊下の照明は？安全のため、これらはオンのままにしておきます。了解しました。エリアライトは必ず消しておきます。素晴らしい。省エネに気を配っていただきありがとうございます。どういたしまして。電気を節約することは大切だ。絶対に。こんばんは。あなたも。レッスン7、家庭でエネルギーを節約する方法を提案してもらえますか？家庭でエネルギーを節約する方法を提案してもらえますか？承知しました。ここにいくつかアイデアがあります。どうぞ続けてください。使用しないときはライトを消してください。エネルギー効率の高い電球を使うのはどうですか？はい、それもいい考えです。冷暖房費を削減するためのヒントはありますか？プログラム可能なサーモスタットを使用して家を断熱してください。電化製品はどう？何か提案は？エネルギー効率の高い機器を選び、使用しないときは電子機器のプラグを抜いてください。他に共有できるヒントはありますか？日中は自然光を使用し、冷たい水で衣類を洗ってください。これらは素晴らしい提案です。ありがとうございます。どういたしまして。小さな変更が大きな違いを生むことがあります。これらのヒントをすぐに実装し始めます。それは素晴らしいです。省エネ努力頑張ってください。ありがとう、アンナ。素敵な一日を。あなたもよ、ジョン。第8課車用車を個人的な用事で使ってもいいですか？車用車を個人的な用事で使ってもいいですか？どんな個人的な用事をする必要があるの？食料品を買わなくちゃ。緊急なのか、それとも待てるのか。待つこともできますが、車用車を使うと便利でしょう。
車の個人使用に関する会社の方針を確認しましたか？まだです。まずあなたの意見を聞きたかったのです。ポリシーに従い、車はビジネス目的でのみ使用するのが最善だと思います。わかりました。別の手配をするよ。それはいい考えだ。会社の方針を尊重することは重要です。ご指導ありがとうございます。問題ない。何か助けが必要な場合はお知らせください。そうします。もう一度、ありがとどういたしまして。レッスン9、言語を知らなくても他の国に旅行することはできますか？う。言語を知らなくても他の国に旅行できますか？難しいこともありますが、可能性はあります。コミュニケーションはどれくらい難しいでしょうか？国や英語を話す人がいるかどうかによって異なります。旅行前にいくつかの基本的なフレーズを覚えておくべきですか？はい、いくつかのキーフレーズを学ぶことは役に立ちます。道に迷ったり、助けが必要な場合はどうすればいいですか？翻訳アプリを使用するか、地元の人や観光案内所に支援を求めることができます。その言語を話せないと、経験が制限されることはありますか？一部の交流が制限される場合がありますが、旅行体験を楽しむ方法はたくさんあります。海外旅行のコツは他にありますか？現地の習慣を研究し、文化を尊重してください。それは良いアドバイスです。それは心に留めておくよ。素晴らしい旅をして、冒険を楽しんでください。ありがとう、アンナ。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。安全な旅を。レッスン10、自転車をオフィスに持ち込んでもいいですか？自転車をオフィスに持って行ってもいいですか？自転車置き場はありますか？はい、オフィスビルの外に自転車ラックがあります。自転車の持ち込みに関するオフィスのポリシーを確認しましたか？まだです。まずあなたの意見を聞きたかったのです。不都合や安全上の問題がない限り許されると思います。必ずしっかりロックしておきます。これは盗難を防ぐために重要です。他の人がバイクラックを使用する場合にも注意してください。絶対に思いやりはするよ。ご意見ありがとうございます。どういたしまして。サイクリング通勤を楽しんでください。ありがとう、アンナ。アクティブでいられる素晴らしい方法です。私も同感です。生産的な一日を。あなたも。レッスン11、フライトのオンラインチェックインはできますか？フライトのオンラインチェックインはできますか？はい、ほとんどの航空会社がオンラインチェックインを提供しています。いつオンラインでチェックインできますか？通常、フライトの24時間前にチェックインできます。搭乗券を印刷する必要がありますか？必ずしもそうではありません。多くの場合、携帯電話にデジタルコピーを表示でオンきます。ラインチェックインには何か利点がありますか？空港での時間を節約でき、事前に座席を選択することができます。預ける手荷物があるのにオンラインでチェックインできますか？はい、手荷物を預けていても、通常はオンラインでチェックインできます。オンラインでチェックインした場合、空港に早く到着する必要がありますか？
ただし、セキュリティやその他の手続きに時間がかかるため、早めに到着することをお勧めします。よし、フライトのオンラインチェックインをする。それはいい考えだ。スムーズな旅を。ありがとう、アンナ。ご協力に感謝します。問題ない。安全な旅を。レッスン12、おすすめのホームセキュリティシステムはありますか？おすすめのホームセキュリティシステムはありますか？承知しました。特定の種類のセキュリティシステムをお探しですか？信頼性が高く使いやすいものが欲しい。ワイヤレスセキュリティシステムを検討したことがありますか？便利そうですね。特におすすめのブランドはありますか？ ADT とリングは人気があり信頼されているブランドです。ホームセキュリティシステムにはどのような機能が必要ですか？モーションセンサー、ビデオ監視、リモートアクセスなどの機能を探してください。プロの監視サービスはどうですか？安心感を高めるには良いオプションですが、月額料金がかかります。インストールについてはどうですか？自分でできるの？多くのワイヤレスシステムは DIY インストール用に設計されています。それは素晴らしいです。ADT とリングシステムを調べてみます。推薦していただきありがとうございます。どういたしまして。安全で安心してください。ありがとう、アンナ。素敵な一日を。あなたもよ、ジョン。レッスン13、自分の昼食をオフィスに持って行ってもいいですか？自分の昼食をオフィスに持って行ってもいいですか？はい、お弁当は持参できます。食事の指定場所はありますか？昼食を取れる休憩室があります。持ち込める食べ物の種類に制限はありますか？他の人への配慮から、匂いの強い食べ物は避けた方がいいでしょう。調理器具や容器は持参すべきですか？はい、再利用可能な調理器具や容器を持参することをお勧めします。昼食の保存にオフィスの冷蔵庫は使えますか？はい、冷蔵庫を使用できますが、食品には必ずラベルをつけてください。オフィスで昼食を温めるのはどう？どなたでもご利用いただける電子レンジをご用意しております。それは便利です。情報ありがとうございます。どういたしまして。手作りのランチをお楽しみください。ありがとう、アンナ。より健康的で費用対効果が高いです。私も同感です。生産的な一日を。あなたも。レッスン14、フライトを予約してもらえますか？フライトを予約してもらえますか？いいえ、フライトを直接予約することはできません。では、フライトオプションを見つけるのを手伝ってもらえますか？はい、お手伝いできます。私からどのような情報が必要ですか？出発地と目的地の空港、旅行日、その他のご希望をお聞かせください。来週、ニューヨークからロサンゼルスへ飛行機で行きたい。よし、来週ニューヨークからロサンゼルスに出発するフライトを検索します。おすすめの航空会社はありますか？それはあなたの好みと予算によります。人気のあるオプションをいくつか提供できます。それは役に立つでしょう。ご協力いただきありがとうございます。どういたしまして。
あなたに最適なフライトオプションを見つけさせてください。時間をかけてください。ご協力に感謝します。オプションについては、すぐに返信します。レッスン15、アパートの壁にペンキを塗ってもいいですか？アパートの壁にペンキを塗ってもいいですか？リース契約によって異なります。塗装に関する具体的な方針はありますか？許可を得て許可する家主もいれば、許可しない家主もいます。家主に許可を求めるべきですか？はい、変更を加える前に家主に確認するのが一番です。自分のスペースをパーソナライズしたい場合はどうすればいいですか？取り外し可能な壁紙やウォールデカールなどの一時的なオプションを検討できます。色や仕上げに制限はありますか？家主によっては好みや制限がある場合もあるので、明確にすることが重要です。引っ越す前に塗り直す必要がありますか？多くの場合、壁を元の色に戻す必要がある場合があります。それは理にかなっています。家主に連絡して説明してもらいます。それはいい考えだ。明確なコミュニケーションを取ることが常に最善だ。アンナさん、アドバイスありがとうございます。どういたしまして。アパートを自宅のように感じていただければ幸いです。私も。良い一日を。あなたもよ、ジョン。レッスン16、机の上に小さな鉢植えを置いてもいいですか？机の上に小さな鉢植えを置いてもいいですか？身の回り品に関する事務所の方針によります。植物に関する特定のルールはありますか？許可しているオフィスもあれば、制限があるオフィスもあります。上司に許可を求めるべきですか？はい、上司または人事部に確認するのが一番です。私の机に植物を置くことには何か利点がありますか？植物は空気の質を改善し、より快適な作業環境を作り出すことができます。緑の親指がない場合はどうなりますか？多肉植物のように、手入れが簡単なメンテナンスの少ない植物があります。植物の水やりとメンテナンスを担当しますか？はい、植物の世話をするのはあなたの責任です。机にどんな種類の植物でも選べますか？屋内環境に適した植物を選ぶのが最善です。上司に許可を求め、メンテナンスの少ないプラントを選びます。それは良い計画のように思えます。デスクで緑を楽しんでね。ありがとう、アンナ。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。生産的な一日を。あなたも。レッスン17、VPN を使用してホームネットワークを保護できますか？ VPN を使用してホームネットワークを保護できますか？はい、VPN を使用するとホームネットワークのセキュリティを強化できます。VPN はどのように機能しますか？ VPN はインターネット接続を暗号化し、より安全でプライベートな接続を実現します。どの VPN サービスも使用できますか？セキュリティを強化するには、評判の良い VPN プロバイダーを選ぶことが重要です。VPN を使用するとインターネット速度が遅くなりますか？インターネットの速度が若干低下する可能性がありますが、VPN と接続状況によって異なります。具体的に設定する必要がある設定はありますか？ VPN ソフトウェア、アプリをインストールし、セットアップ手順に従う必要があります。すべてのデバイスで VPN を使用できますか？
ほとんどの VPN プロバイダーは様々なデバイスと互換性のあるアプリを提供しています。VPN は私のすべてのオンライン活動を保護しますか？ VPN はインターネットトラフィックを暗号化できるため、ほとんどのオンラインアクティビティを保護できます。VPN を使うことのデメリットはありますか？一部のウェブサイトやサービスは VPN 接続をブロックする場合があり、サブスクリプション料金がかかる場合ホームがあります。ネットワーク用の評判の良い VPN プロバイダーを調べます。それはいい考えだ。安全で安心してください。ありがとう、アンナ。ご指導に感謝します。どういたしまして。良い一日を。あなたも。レッスン18、ラップトップを一晩充電したままにしておくことはできますか？ラップトップを一晩充電したままにしてもいいですか？通常、ラップトップを一晩充電したままにしておくと安全です。リスクはありますか？過充電のリスクは最小限ですが、ほとんどのラップトップには保護機能が組み込まれています。プラグを差し込んだままにしておくと、バッテリーの寿命に影響しますか？継続的に充電すると、バッテリー全体の寿命がわずかに短くなる可能性があります。完全に充電されたらプラグを抜くべきですか？過充電を防ぐために 100% になったらプラグを抜くことをお勧めします。電源に接続したままラップトップを使用できますか？はい、ラップトップは充電中も問題なく使用できます。サージプロテクターを使用する方が良いですか？サージプロテクターを使用すると、ラップトップをさらに保護できます。長時間充電したままにしておく必要がある場合はどうすればいいですか？長時間充電したままにする必要がある場合は、定期的にバッテリーのプラグを抜いて放電してください。ラップトップの充電方法には気をつけよう。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。ラップトップを大切に扱い、楽しんで使用してください。ありがとう、アンナ。素敵な一日を。レッスン19、公共の Wi-Fi ネットワークを安全に使用できますか？公共の Wi-Fi ネットワークを安全に使用できますか？公共の Wi-Fi ネットワークにはリスクが伴う場合がありますが、予防策はあります。公共 Wi-Fi を使用する際のリスクは、ハッカーがデータを傍受し、機密情報にアクセスする可能性があります。公共 Wi-Fi でデータを保護するにはどうすればいいですか？仮想プライベートネットワーク VPN を使用すると、接続を暗号化してセキュリティを強化できます。他に注意すべきことはありますか？公共の Wi-Fi で機密情報にアクセスしたり、金融取引を行ったりしないでください。すべての公共 Wi-Fi ネットワークを信頼できますか？評判の良い施設の信頼できるネットワークを使用するのが最善です。VPN にアクセスできない場合はどうなりますか？より安全な接続には、モバイルデータまたはパーソナルホットスポットの使用を検討してください。Wi-Fi ネットワークが安全でない兆候はありますか？ネットワーク名が疑わしい場合やパスワードがない場合は、使用しないことをお勧めします。公共の Wi-Fi を使うときは注意して VPN の使用を検討します。それは賢いアプローチです。安全を確保し、データを保護しましょう。ありがとう、アンナ。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。良い一日を。あなたも。レッスン20、オフィスのコーヒーマシンに自分のマグカップを持ってきてもいいですか？自分のマグカップをオフィスのコーヒーマシンに持って行ってもいいですか？はい、オフィスのコーヒーマシンで使用するマグカップはご持参いただけます。
特定のサイズや種類のマグカップは許可されていますか？コーヒーマシンの下に収まる限り、好きなマグカップを使用できます。マグカップは自分で洗うべきですか？はい、使用後はご自身の責任でマグカップを洗ってください。マグカップにオフィス用の食器洗い機を使用できますか？一部のオフィスにはマグカップ用の食器洗い機がありますが、同僚やオフィスのガイドラインを確認することをお勧めします。個人用マグカップの使用に制限はありますか？他人のマグカップを勝手に使わないように配慮することが重要です。蓋付きのトラベルマグを持参できますか？はい、蓋付きのトラベルマグはオフィスに便利です。自分のマグカップを使うと紙コップを節約できますか？はい、自分でマグカップを使うと、使い捨てカップから出るゴミを減らすことができます。それは素晴らしいです。お気に入りのマグカップをオフィスに持っていきます。自分のマグカップでコーヒーをお楽しみください。個性的な雰囲気が加わります。ありがとう、アンナ。ご支援に感謝します。どういたしまして。生産的な一日を。あなたも。レッスン21、あなたの家の中で一番好きな部屋はどこですか？あなたの家の中で一番好きな部屋はどこですか？私のお気に入りの部屋はリビングです。リビングのどこが好きですか？居心地の良い雰囲気と快適な座席を楽しんでいます。そこで多くの時間を過ごしますか？はい、リビングでリラックスしてテレビを見るのにかなりの時間を費やしています。気に入っている特定の機能はありますか？自然光が入る大きな窓が私のお気に入りの特徴です。リビングに何か特別な飾りはありますか？壁にはアート作品や家族の写真が飾られています。ゲストをもてなす場所ですか？はい、リビングルームは私がゲストを迎え、集まる場所です。あなたの家で2番目に好きな部屋はどこですか？私が2番目に好きな部屋はキッチンです。キッチンのどこが好きですか？キッチンで料理をしたり、新しいレシピを試したりするのが好きです。お気に入りのキッチン家電はありますか？ブレンダーとコーヒーメーカーが一番好きです。キッチンで作るのが好きな料理はありますか？キッチンで手作りのクッキーを焼くのが好きです。あなたのリビングルームとキッチンのサウンドは素晴らしいです。ありがとう。ジョン家にあるこれらのスペースに感謝しています。お気に入りの部屋について学べてよかったです。同様に、他の人の好みについて聞くのはいつも面白いです。良い一日を、アンナ。あなたもよ、ジョン。レッスン22、長い一日の後にリラックスするには？長い一日の後にリラックスするにはどうすればいいですか？私は本を読んだり映画を見たりするのが好きです。好きなジャンルの本や映画はありますか？私はミステリー小説を読んだり、コメディを見たりするのが好きです。おすすめの本や映画はありますか？ゴーンガールは素晴らしいスリラー本で、ハングオーバーは面白い映画です。リラックスするための方法はどうですか？散歩をしたり、ヨガをしたりするとリラックスできます。リラックスできる趣味はありますか？趣味は絵を描くこととピアノを弾くことです。好きな絵や曲はありますか？
私は風景を描いたり、ピアノでクラシック音楽を演奏したりするのが好きです。それは平和に聞こえます。他にリラックスする方法はありますか？心を落ち着かせる音楽を聴いたり、温かいお風呂に入ったりするのもリラックスに役立ちそれらます。は素晴らしい提案です。私もやってみます。彼らがあなたのためにうまくいくことを願っています。リラックスは大切だ。ありがとう、アンナ。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。安らかな夜を。あなたも、アンナ。レッスン23、あなたの家で集まりを主催するのは好きですか？あなたの家で集まりを主催するのは好きですか？はい、ゲームナイトに友達と一緒にいるのが大好きです。普段どんなゲームをしますか？UNO やモノポリーなどのボードゲームやカードゲームを楽しんでいます。これらのゲームナイトはどのくらいの頻度で開催しますか？私たちは月に1、2回それをするようにしています。ゲストに軽食や飲み物を提供していますか？はい、普段はみんなが楽しめるように軽食や飲み物を用意しています。宿泊できる最大人数はありますか？約6から8人を収容できる十分なスペースがあります。いつもプレイしているお気に入りのゲームはありますか？コードネームは私たちがよくプレイするお気に入りの一つです。計画と準備のプロセスを楽しんでいますか？はい、これらの集まりの計画を立てて準備するのは楽しいと思います。居心地の良い雰囲気を作るにはどうすればいいですか？空間が清潔で居心地がよく、BGM が入っていることを確認します。ゲーム以外に何かアクティビティはありますか？時々映画を見たり、カラオケをしたりすることもあります。とても楽しそうですね。いつかあなたのゲームナイトに参加したいです。それは素晴らしいことです。いつでもご参加ください。ありがとう、アンナ。招待に感謝します。どういたしまして。楽しみです。素晴らしい一日を。レッスン24、このケーキのレシピをもっと簡単にできますか？このケーキのレシピをもっと簡単にできますか？はい、使用する材料を減らすことで簡素化できます。どの成分を除去できますか？不要な香料やトッピングは省いてみてください。材料が少なくても美味しいでしょうか？フレーバープロファイルはシンプルかもしれませんが、それでも美味しいです。ケーキの食感はどうですか？食感に少し影響があるかもしれませんが、それでも楽しめるはずです。必須の特定の成分はありますか？小麦粉、砂糖、卵、膨張剤などの基本的な材料は不可欠です。砂糖や脂肪の量を減らすことはできますか？砂糖を減らすか、より健康的な代替品を使用してみてください。焼き時間や温度は変わりますか？焼き時間と温度については、元のレシピの指示に従うのが最善です。準備手順を簡略化するためのヒントはありますか？可能な場合は、別の方法やショートカットを探すことができます。試してみて、レシピを簡略化します。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンベーキングを楽しんでください。素敵な一日を。レッスン25、時間がこんなに早く飛ぶなんて信じられますか？
時間がどれだけ早く飛ぶか信じられますか？はい、それがどれほど早く合格するかは驚くべきことです。ちょうど昨日が年の始まりだったような気がします。年を取るにつれて時間は加速するようです。時々速度を落とせたらいいのに。残念ながら、時間は誰にも待ちません。すべての瞬間を最大限に活用することが重要です。もちろん、現在を大切にすることは貴重です。時間を効果的に管理するための戦略はありますか？タスクに優先順位をつけ、目標を設定することが役立ちます。仕事と余暇のバランスを取ることも重要です。はい、健康的なワークライフバランスを維持することは非常に重要です。時間は確かに私たちに人生に感謝することを思い出させてくれます。確かに、それは人生のつかの間の性質を常に思い出させてくれます。時間を最大限に活用して有意義な思い出を作りましょう。それは素晴らしい考え方だね、ジョン。ありがとう、アンナ。生産的な一日を。レッスン26、このメッセージをジョンに伝えてくれませんか？そのメッセージをジョンに伝えてくれませんか？もちろん、私は彼にメッセージを伝えます。メッセージは何だ？誰かが電話をかけてきて、あなたと話したいと思っています。名前とか詳細を残したの？彼らは名前を残さなかったが、それは重要だと言った。折り返し電話するって伝えてくれる？もちろん、折り返し電話することを伝えます。ありがとう、アンナ。ご協力に感謝します。どういたしまして、ジョン喜んでお手伝いします。良い一日を。レッスン27、自宅のワークスペースを快適にするには？自宅のワークスペースを快適にするには、クッションチェアと作業スペースに適した照明を用意しています。どんなクッションチェアがありますか？クッション付きのパッドが入ったエルゴノミックチェアがあります。背中をしっかり支えてくれますか？はい、良い姿勢を保ち、不快感を軽減するのに役立ちます。作業スペースの照明はどうですか？明るく調節可能な照明を提供するデスクランプがあります。自然光はあなたにとって重要ですか？はい、自然光が入る窓の近くにワークスペースを配置するようにしています。快適さを左右するその他の要素はありますか？私は小さな植物といくつかの個人的なアイテムを持っていて、楽しい雰囲気を作り出快しています。適なワークスペースを作るためのコツはありますか？エルゴノミクスを優先し、適切な照明を確保し、個性的なタッチを加えましょう。これらのヒントを自分のワークスペースで検討してみます。ありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン快適な空間づくりのお手伝いをしていただければ幸いです。生産的な一日を。レッスン28、家で楽しむために一番好きな方法は何ですか？家で楽しむのに一番好きな方法は何ですか？私は自由時間にビデオゲームをするのが好きです。どんな種類のビデオゲームが好きですか？アクション、アドベンチャー、パズルゲームなど、様々なジャンルが好きです。好きなゲームはありますか？ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは私のお気に入りの一つです。コンソールでプレイしますか？それともコンピューターでプレイしますか？私は任天堂スイッチのようなコンソールでプレイするのが好きです。どのくらいの頻度でビデオゲームをしますか？
私は週に数回、通常は夕方か週末にプレイします。他に家で楽しむ方法はありますか？また、本を読んだり、映画やテレビ番組を見たりするのも好きです。好きな本や映画のジャンルはありますか？私はファンタジーやミステリーの本が好きで、SF やコメディの映画を見るのも好きです。趣味のミックスがうまくできているようですね。はい、私は自分を楽しませ続けるために様々なアクティビティをするのが好きです。それは素晴らしいです。娯楽のためにビデオゲームもやってみるよ。楽しんでいただければ幸いです。リラックスして楽しむための楽しい方法になり得ます。ありがとう、アンナ。素晴らしい一日を。レッスン29、試験の準備はどのようにしていますか？試験の準備はどのようにしていますか？メモを確認して概要シートを作成します。メモを全部読みましたか？重要なポイントと重要な概念をざっと見ていきます。サマリーシートはどのように作成しますか？情報を簡潔で整理されたメモにまとめます。他の学習テクニックは使っていますか？また、重要な事実について自分でクイズするためのフラッシュカードも作っています。一人で勉強しますか？それとも他の人と一緒に勉強しますか？私は気を散らすものを最小限に抑えるために一人で勉強することを好み勉ます。強時間をどのように管理していますか？学習スケジュールを作成し、管理しやすいように分割します。勉強中に休憩しますか？はい、少し休憩して心を充電します。勉強会に集中するためのコツはありますか？気を散らすものをなくし、静かな環境を見つけると助かります。試験日が近づいてから復習するのはどうですか？直前の復習と模擬試験に時間を割きます。夜ぐっすり眠ることは準備の妨げになりますか？はい、十分な睡眠をとることで、情報をよりよく覚えることができます。ありがとう、アンナ。あなたの勉強のテクニックをいくつか実践してみます。どういたしまして、ジョン試験頑張ってください。良い一日を。あなたもよ、ジョンよく勉強しなさい。レッスン30、学校のクラブには参加していますか？学校のクラブには参加していますか？はい、私はアートクラブに所属しています。美術部ってどんな活動をしているの？アートワークショップや展示会を開催しています。クラブで特定の役割を担っていることはありますか？私はイベントの宣伝を担当しています。アートクラブはどのくらいの頻度で会合しますか？私たちは週に一度、放課後に会います。他に参加したいクラブはありますか？写真部に入ることを考えています。写真クラブに惹かれるのはどんなところですか？瞬間を捉えたり、様々な視点を探ったりするのが好きです。他に気になるクラブはありますか？環境クラブやディベートクラブにも興味があります。さまざまなオプションを模索しているのは素晴らしいことです。はい、視野を広げて新しいことに挑戦したいです。現在および将来のクラブ活動で頑張ってください。ありがとう、ジョン。これらのクラブの一員になれることにワクワクしています。素敵な一日を。あなたもよ、ジョン。気をつけて。